はい、こんにちは、S さんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について、情報の方を共有していきたいと思います。海外のテレグラムグループのね、公式のものから僕の方で重要なものだとね、思ったものを抜粋して、共有の方をしていきますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、7月8日ということで、ユーザーは観測モードに参加することはできますかという質問に対して、ブロックエクスプローラーでネットワークアクティビティを観察する以外にはない、そして FTSO のパフォーマンスを開始するということで、一応観測モードの方で7月11日からということですが、まだですね、始まってないみたいなんですが、そちら始まるとおそらく URL かなんかがね、公開されて、そのブロックエクスプローラーでね、ネットワークの状態を見ることはできると思いますが、ということですね。あと FTSO のパフォーマンスがね、どうだっていうのを確認するぐらいで、あとはやることはないということですね。8週間、観測モードは続いていきます。はい、続いて FLR を、使って、スパークトークン使ってステーキングすることはできますかということですが、FLR をね、スパークを使って、自己鋳造、することはできますが、プルーフオブステークのステーキングではありませんと。これは F アセットのね、鋳造と同じですが、自己鋳造の場合、手数料はかからないようですね。で、ネットワークが始まったらたくさんのガイドとサポートがあると。で、フレアのね、ローンチは時期をずらしているためですね、期間がね、ありますので、その間に、勉強というかね、情報を受け取ってくださいという、ことで解説されております。はい、続いて7月9日、これだけ大きなチームでありながら、ローンチにね、3年以上もかかるなんて私の頭では理解できないということで、苦情みたいなもんですね。ディスコードの方から抜粋してます。で、フレアネットワークスは、3年どころか5年近く開発してますと。で、ステートコネクタなど、私たちが市場に出している製品のいくつかは、ブロックチェーン業界では初めてのものですと。で、ブリッジングや総合運用性プロトコルの場合、多くの価値がかかっている以上、何かをね、急いで市場に出すわけにはいかないと。この分野では、ハッキングや脆弱性の例が多すぎるということで、で、かなりね、この間も、ヒューゴ CEO ですね、フレアネットワークスの CEO が、ライブでね、YouTube の方で、対談の方を行いましたが、かなりね、セキュリティの方を重要にしているようです。ですので、安全ということで、かなりそちらを重要視しているので、時間がね、かかってきているということですね。あとは当初よりも、当初はね、スマートコントラクトを実装させるっていう状態、だけの、プロジェクトだったんですが、だんだんね、拡大していって、いろんなサービスも展開するようになって、さらに監査を迎えるということをね、たくさん行う上で、時間がかかっているといったね、説明をヒューゴ CEO の方されてました。で、今話したヒューゴ CEO の対談の方がこちらになります。フレアネットワークス CEO 対談動画ということで、海外のね、インフルエンサーとね、対談している、メディアの方公開されまして、で、僕の方でね、そちらの対談動画の方を翻訳して、解釈付け加えてね、まとめております。で、今回の動画の概要欄に、今回の動画の元記事のリンクですね、貼っておきますので、そちらクリックしていただきますと、今回の記事見れますので、このね、フレアネットワークス CEO が対談スパークトークンがどうなるをクリックしていただければ、そちらのね、対談の動画の内容を見ることできますので、気になる方はね、そちらから閲覧してみてください。はい、で、続いて7月9日、ビフロストウォレットには、F アセットの一部がないことに気づきました。なぜでしょうか。フレアと F アセットの公式ウォレットだと思うのですが、ということで、ビフロストのウォレットについてですね。で、F アセットになるいくつかのチェーンに対応してますと。で、時間が経てばもっと追加される。ソングバードかフレアのどちらかに F8 セットが展開されるまで十分な時間があるので彼らに使わせましょうということで、解説をしておりましたが、確かアルゴでしたかね、まだサポートされてないのはあるんですが、今後ね、それらも追加される予定ということでね、解説をされています。で、7月10日、現実世界の機関はフレアネットワークスをどのように使うのでしょうか。メタマスクウォレットなどは使わないと思うんですが、ということで、彼らはね、企業とかね、はビジネス要件に、応じてね、企業のクライアントアプリケーションを使用してフレアネットワークスに接続するということで、ステートコネクタがあると、実際のね、現実世界の機関というのもつなぐことができますので、それはね、企業のクライアントアプリケーションと、接続して行うといった形で説明されています。で、同じく10日、フレア、ねF アセットプラットフォームはいつアクティブになりますかということで、今年の後半ということですね。メインネットの立ち上げが今現時点では100%の焦点ですということですね。
で、なぜ S アセットのテストが開始されないんですか？テストしないと F アセットはローンチできませんよねっていう質問に対して、メインネットの立ち上げが第一の焦点ですと。で、FTS のフレアのセットアップはその次。で、検証、バリデータを、FTS に引き継ぐのが3番目と。で、F アセットはローンチの要件ではないと。このね、F アセットの実装っていうのはローンチの要件ではないと。で、ソングバードで F アセットをテストするのはそのうち来るでしょうということで、これがまあ後半ということですかね。で、ソングバードでテストのが S アセットと言います。で、S アセットに関しましては運用しても利回りはね、得ることはできないので空のものですよね。あくまでもそういった流れを確認するだけのもので、実際に F アセットが始まると、それね、FXRP を使って、またね、報酬を得るような仕組みが提供される予定です。で、7月11日、観測とは発端があり、ブロックが稼働し、最初の取引を観測することなのですねって質問に対して、ジェネシスブロック、ジェネシスブロックっていうのはブロックチェーンの最初の取引のブロックが生成されることです。あとブロックチェーンが稼働します。で、これがメインネットがね、ローンチしたということになるということで説明されています。で、あと7月11日、オラクルスワップがフレアだけではなく SGB の DEX になる場合、それはプロトークンとオラクルトークンが、2つの間で、相互運用可能になることが意味しますかということで、オラクルスワップっていうのは知らない方もいるかと思いますが、フレアファイナンスと同じような DEX ですね、ソングバード系の、最近まだ出たばっかりなんですが、そちらのメイントークンがオラクルトークンで、報酬トークンがプロトークンになります。で、それがフレアだけではなくて SGB の DEX にもなった場合はっていうことで、このね、おそらく2つの柱にね、要はフレアと SGB のソングバードの方に、橋がかけられた後、ブリッジングされた後、それは可能になるんじゃないんですかということで、時期は未定ということですね。ですので、プロトークンとかオラクルトークンがソングバードとね、とか、あとはスパークトークンとかと交換できたりという可能性もあるということで、説明をされています。で、同じく7月11日、15%、配布後、取引所への上場が始まりますか。ここから今回のメインになりますが、取引所は観察期間終了後に、スパークトークンを受け取るんですが、取引所がね、FLR を上場させる時期によって異なりますと。で、観察期間が終了した後、取引所は配布を開始することができます。で、これはね、各自の取引所のタイミングになるということで、一応ね、観察期間、8週間設けられて、9月の中旬頃ですね、皆さんが自己ウォレットで保有されている方はそちらにスパークトークンが配布されますが、取引所にもね、配布されますと。で、配布した後、取引所が配布するっていうのは、上場とかね、そういったのは取引所ごとに異なりますので、自身のね、取引所のアナウンスに従って、動くようにしてみてください。はい、で、配布後すぐに売られますよねという質問に対して、ホルダー、持っている保有者にインセンティブ、報酬を与えるような提案が行われているということで、今、ガバナンス提案ね、の方、まだ公開されてませんが、そちらの方、今始まってて、その提案もね、含まれているといった流れになります。はい。で、デリゲートしない取引所で配布された場合、残りの 85% を失いますかということで、これがね、いいえ、ユーザーは、スパークトークン他の取引所にね、デリゲートをサポートする取引所に移動するか、セルフカストディ、自己ウォレットですね、を使用して 15% を自分でデリゲートすることになりますと。で、最初の 15% をデリゲートすることで、毎月の A ドロップのアドレスが提供されます。で、またこれは提案であり、まだ何も確定してないので、それを忘れないでくださいということで、これがね、新しい情報になります。今まではね、85% が、そのままね、15% を受け取った、あとはね、毎月、2から 3% ずつ分割で配布されるっていう話だったんですが、どうやらこの、ガバナンスの今提案に含まれているものは、デリゲートをしないともらえないと。で、最初もらった 15% は FTSO にデリゲートすることによってその資格を得るといったね、流れになっております。で、同じようなね、内容がまだありますので、こちらね、読んでいきたいと思います。最初の 15% の分配金を売った人は残りの 15% の分配金を受け取ることはできませんということね、これも同じような内容で、解説をされてました。ローンチと同時に最初の 15% の分配金、エアドロップね、売った人は残りの85% の分配金を受け取ることはできませんと。で、ユーザーは、残りの 85% を受け取る資格を得るために最初の 15% の分配を、FTSO にデリゲートしなければなりませんと。詳細は今後のガバナンス提案に記載される予定ですということで、まだガバナンスの提案されてませんので、そういったね、ちょっとね、ティーザー的なね、話でまだ展開されてます。
で、続いて、売ったのかどうやって、追跡するのかってね、その人がその15%売ったかとどうやって分かるんですかっていう質問に対して、データプロバイダーへのデリゲートを通じてということですね。例えば、最初に 15FLR をデリゲートした場合、システムはあなたが今後34から35ヶ月の間に 85FLR を支払う義務があることを認識するということですので、FTSO のシステムが、ここは憶測なんですがね、FLR スパックトークンをそこにデリゲートして時点でなんかアドレスが生成されるんですかね、そのウォレットの専用アドレスが生成されるとか、そういった紐付けが行われるようなね、内容を示唆しているのかと思います。で、これね、ちょっとまだ本日ね、出てきたばっかりの情報ですので、まだね、公式の方には載ってません。で、このね、説明のある通りに、今後のガバナンス提案で、記載されるとかありますので、ちょっとね、まだね、これだけではわからないので、皆さんね、単純に15%もらってね、もう売ってね、現金化したいっていう方もいるかと思います。でもね、85%失うのはね、大変なことですので、もっとね、詳しい情報が分かりましたら、僕の方でまたね、まとめてね、これについては追いながら、配信の方をしていきたいと思います。で、メインネットのローンチも一応ね、昨日、の予定ですので、まだね、そちらの情報は上がってきてないんですが、メインネットローンチしてね、動いてきたらまたね、情報の方バンバン出てくると思いますので、僕の方でまたね、細かく動画の方を撮って、そちらもね、解説をしていきたいと思いますので、またね、今後見ていただければと思います。はい、じゃあ今回はね、スパークトークン、のね、最新情報になりました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。